皆さんこんばんは、こんにちは。 Hello、 アンニョン、猫です。最近の北海道はね、雪がだいぶ溶けてきて、少しずつ春の気配がしてきましたよっていう始まりにしたかったのに、本日大雪でございます。もうね、北海道だよね。昨日までね、本当に道路が見えていて、順調に雪山も溶けてきて、春になってきたなっていう感じだったのに、一瞬で雪景色に元通りでございます。もちろんね、春らしくなってきたとはいえ、北海道ではまだまだ桜が咲かないんですが、季節としてはね、子供たちの進級も近づいてきて、気持ちも少し新生活、新年度に向けて改まる感じはありますね。そんな感じで今回もいつも通りつらつら独り言をね、垂れ流していきたいと思います。ぜひ作業のお供に BGM にご自由にまったり聞いていただければと思います。今回はね、ちょっと私の根っこについての話をしようかなと思ってます。さて、今回のオープニングモノローグはオタクという呼び名についてです。皆さんオタクと聞くとどんなイメージ持たれますかね。多分、多くの人がどちらかというとネガティブなイメージでね、オタクという存在を認識していると思うんですよ。私はね、自分では自分のことをオタクと信じて疑ってないんですけど、夫がね、私が YouTube とかブログとかで自分のことをオタクって連呼してるとすごい不快感を示していて、俺君のことオタクだと思ってないんだけど、なんで一人称オタクにするのみたいな。私としてはね、どちらかというと胸を張ってというか、オタクの誇りみたいなものも一種持ちつつね、オタク一人称してたので、なんでだろうなと思ってたんですけど、これもね、一応ちゃんと歴史をね調べたら、オタクにはね、いいオタクと悪いオタクがいるんですよ。オタクと聞いてね、ネガティブなイメージを持つ人は多分悪いオタクのイメージをね持たれている方、掘り下げると、もともとオタクという言葉の語源ってあなたをね意味する丁寧なオタクなんですって。1970年代から1980年代の初期にアニメとか SF ファンの間でオタクはどう思われますみたいな使われ方をしていて、その界隈でなんかみんなオタクうるさいなっていう感じで、アニメ SF ファンを指すオタクっていうね言葉が定着したというのが始まりのようです。で、1989年にちょっと事件が起こるんです。気になる方はね、オタク語源とかで検索してみてください。マスコミがね、アニメ好きイコールオタクイコール危険人物っていうね報道をセンセーショナルにやったんですよ。そこからね、なんとなくオタクという人種は気味が悪いとか、引きこもってて社会不適合者みたいなイメージが刷り込まれてしまったんですね。でも当たり前だけど、オタクの中でもさ、犯罪に走る人とそうでない人がいるわけで、犯罪に走った悪いオタクを取り上げてね、オタクがみんな犯罪者予備軍みたいに思われるのはね、現代ではちょっと違うよねっていう話で、SNS の発展やアニメの世界進出に伴ってオタクのイメージは実はどんどんポジティブにね変換されていっているんです。海外だとね、オタクっていう言葉は好きなものに熱中する人とか、
専門知識が多い人に使うんですよ。だから私もあんまりオタクという言葉にねネガティブなイメージは持ってなくって、むしろね日本のアニメや漫画がねもっと世界で評価されてほしい、広がってほしいと思っている側なので、私がね自分のことをオタクと呼ぶのはそれだけ持っている情報量が多い人とかマニアとか熱意のある人みたいな意味で使ってるんですよ。だからこのコンテンツをね聞いてくださってる方とかブログを見てくださった方はね、この猫という主婦はどうやらいいオタクらしいぞという目で見ていただけるといいなと思います。そして同じようにね何かに詳しい人や熱意を持って取り組んでいる人が我こそは何々オタクっつって胸を張ってね使っていただけると、イメージがねどんどんいい方向に転換されていくんじゃないかなと思っています。みんなのオタクもぜひ教えてくださいね。さて続いては本日のメインテーマ、オタクの真髄という話をねしていきたいと思います。今回はね私のオタクを深掘りしていく回なので、いつものあなたの日々を彩る一本のコーナーをね合体してお送りしていこうかなと思います。作品についても触れるんですけど、ネタバレは極力しないようにしていくので安心して聞いてみてください。まずね、私が一体何についてオタクなのかという話なんですけど、第1回でもいろんなことについてオタクっていう話はしてるんですが、もともとね興味のあることだけ異常に情報収集するんだけど、興味のないことは全然知らないみたいなタイプです。ずっとこのラジオコンテンツでも話してるんですけど、映画はねもうとんでもないオタクです。というのももう子供の頃からね触れてきたものだし、バラエティ見てるよりね映画を見て育ってきた人間なので、今世間で話題の芸人とか芸人のネタとかって全然知らないんですけど、映画の監督とか出演者はねむちゃくちゃ詳しいんですよ。それもね洋画が多いので、日本の俳優さんとか監督さんは自分が見た映画のものの中でしか知りません。夫ともね一緒に見てる映画とかあるんですけど、見てる最中にねあの映画の俳優さんじゃんとかあの映画の監督じゃんみたいなことをね一人でブツブツ言い始めるから、夫ももはやしかと完全にね、同じようにね漫画とかアニメも自分の興味がある作品に関してオタクだし、動物とかもね好きだから若干図鑑レベルで情報量があるっていうね、日常の中で知りたくて調べたものっていうのもどんどん深掘りしていってしまうので、それこそねブログで扱ってる北海道の企業とか美味しかったお菓子の歴史とかね、そういうものもすごい調べるようになりましたね。それこそねブログ書くようになってからはね、記事の信頼性を担保するためにより情報収集オタクになってしまった部分があって、子供関連の行事の意味合いとか、ダイエットの極意とか、そういう自分の生活に関わるテーマはねだいたいオタクになってきてしまっていますね。多分このコンテンツをね見てくださってる方やブログを見た方はね、私が一体何に対してオタクなのかなんとなくわかると思うので、ぜひそちらもね見てみてください。でさっきね映画だけじゃなくてアニメもまあまあオタクっていう話をしたんですけど、今日はね私のアニメオタクの真髄を形作ってくれた渡辺慎一郎監督の話をしたいと思います。誰ぞっていう方もね多いと思うんですけど、普通ねアニメ見るとき監督までチェックしないでしょ。
渡辺慎一郎監督は1998年カーボーイビバップ、2012年の坂道のアポロン、2025年のラザロなどなど数々のね名作を手掛けてきたアニメーション監督です。この1998年のカーボーイビバップがねものすごい衝撃作で、私の中でね、舞台は2071年の宇宙をさすらう賞金稼ぎの日常を描いた SF アニメです。2071年だからね、もうちょっとで来ちゃうんだけど、宇宙をこう自由に飛行機でね、飛行機戦闘機みたいなやつで自由に行き来してる未来はまだ来なさそうですよね。本筋としてはかなりハードボイルドなアニメなんですけど、エピソードによってはちょっとじんわりきたり、コメディ要素が強かったり、ちょっと癖が強すぎて意味がわからなすぎたりっていうドタバタなアニメではあるんですが、当時のねアニメの系譜で言うとかなり異端な作品です。まずね、作中の BGM が基本的にジャズ、もうその時点でねスタイリッシュさがレベチなんですけど、渡辺監督自身はねそれまでやりたくてもやれなかったことを全部ぶち込んで作った作品っていう風におっしゃってるだけあって、毎回映画のようなクオリティで、今でいうマッパさんとかが得意とする神作画のアクションシーンだったりカメラワークだったりっていうのが当時としてはね群を抜いていて、ものすごくね見応えのあるアニメなんですよ。私もねそれまでのアニメの概念をぶち壊されたと言ってもね過言ではないくらい衝撃を受けたね作品でした。特にねオープニングアニメーションが異質で、今でもこのビバップのオープニングは史上最高峰って言われてるんですけど、何が衝撃だったかって、まずオープニング曲がねジャズで歌じゃないっていう。アニメーションとしてはキャラクターのシルエットだけで構成されていて、画面のデザインがねアニメというより映画のタイトルバックに近いんですよね。ダンス界隈でいう音ハメが完璧で、映像と音がね気持ちよすぎる構成になってます。もうねオープニング1回見てもらえば分かると思うんですけど、本当にこれ1998年のアニメっていうぐらいねハイセンスなんですよ。もうこのオープニングでね私は心をわしづかみされてね、当時実家で契約してた CS 放送のアニマックスっていうチャンネルでこのビバップが放送されていて、2週に1回くらいのペースで新しいエピソードが公開されてたんですけど、当時ね実家にあったのが VHS でね録画して、学校があるからその前に見たいっていうのがあって、早起きして親よりも早起きしてね見てるところ見られるのしんどいから早起きしてアニメ見てるもんだから、親はちょっと心配してました。これも多分ね冒頭言った悪いオタクのイメージが強かったんでしょうね。でも私はね文字通りこう擦り切れるぐらいまで1話を見た記憶があります。そこからね私のアニメオタクスイッチが入ったので、本当に私にとっては人生のバイブルの一つと言ってもね過言ではない作品です。でこのカーボーイビバップは一応いつものね映画紹介のコーナーにのっとってキャスト陣のご紹介をすると、主人公はスパイク・スピーゲルというね火星生まれの27歳の男性です。このスパイクを山寺宏一さんが演じています。山ちゃんといえばね、それまであんまりハードボイルド系のかっこいい役ってそこまでなかったんですよ。それこそエヴァンゲリオンの梶良治役が突出していたぐらいで、だから山ちゃんかっこよみたいなね。アニメの前編を通してこのスパイクを中心に展開していくんですが、
スパイクの相棒ジェットブラックというキャラクターを今は亡き石塚雲翔さんがこれまたダンディーなお声でね演じています。さらに同じ宇宙船で共同生活を送ることになる紅一点フェイ・バレンタインという女性キャラクターを林原めぐみさんで、天才ハッカーの天真爛漫な江戸役をね多田葵さん、そして犬らしからぬ知能を備えたコーギー犬のねアインという4人と1匹が中心の物語になります。キャラクターがそれぞれ濃くてちゃんとしたバックグラウンドが設定されているのがねまた魅力です。基本的にはね1話完結型で進んでいくんですが、各エピソードねゲスト声優的な感じで豪華な出演陣となっていて、それぞれねしかも単発の登場なんだけど一人一人彫刻みたいにね心に残る、本当にこう全話飽きることがないストーリーですね。でこの作品ね2001年にこれまた当時としては画期的劇場版が制作公開されてるんですよ。これね今でこそテレビアニメの最終話を劇場版でとか総集編を劇場版でみたいな流れが一般的ですけど、当時はねアニメの劇場版みたいな印象が強くて、しかもテレビシリーズのスピンオフっていう位置づけではあったので、テレビシリーズを見てない人はついていけないんですよ。当時はね今ほどアニメに熱狂的なファンがつきにくい時代だったので、それを劇場版にまで押し上げたアニメ作品っていうことでね、その人気がね伺えますよね。で元々のアニメのクオリティが高いのに劇場版はもうねすんごい、私がアニメの劇場版に求めるクオリティの進化としてはこの流れです。テレビシリーズをやっぱり上回るクオリティで来てほしいですよね。満を持しての劇場版なんだから。で私はこの劇場版も確か劇場で見たんだったかな、ちょっともう25年くらい前の話だから覚えてないんですけど、なんか劇場公開、映画の公開と同時に出版されるプロットとか制作陣キャスト陣のインタビューをね詰めた本も買ったはず、多分実家にある。それぐらいね熱中してました。このねカウボーイビバップという作品で私は渡辺慎一郎監督を知って、そこからね監督の完全なファンになりました。ビバップでねあれだけ衝撃を受けたので次の作品をね追わずにはいられないですよね。ということでこのカウボーイビバップの後にサムライチャンプルーっていうアニメをね監督が生み出します。これも私はすごい好きなんですが、これまたね監督の癖がね炸裂してる作品で、江戸時代の侍にフォーカスしてるんですけど、そこにねヒップホップを絡めていくという異色さ、剣術の動きにねヒップホップダンスの要素が入っていたり BGM がヒップホップだったりね、これまたスタイリッシュでねかっこいいんですよ。ただねビバップに浸水していた層にはねあんまりハマらなかったみたいで、ちょっとねビバップが異次元すぎてそこで高まった期待値を超えられなかったっていう印象ですかね。しかも当時ねアニメファンとヒップホップファンって割と対極にいるような関係だったので、文化的にもあまり交わらなかったみたいで、私はすごい好きなね作品なので機会がある方はぜひ見てみてください。主人公はねワンピースのゾロ役で有名な中井和也さんが演じてらっしゃってかっこいい。ゾロとはねまた違う魅力のあるキャラクターを演じてますよ。そして2025年渡辺監督はねこれまた衝撃のラザロを生み出すんですよ。このラザロはねビバップから監督の作品を追ってきた身としては、監督がねビバップの頃からやりたかったことがようやっと完全に実現したんだなっていうね胸熱な作品でしたね。ここまでのね渡辺監督の作風を見ると
音楽とアニメの融合をどうにかこうにかやりたいっていう熱をねすごく感じるんですよ。それこそが多分渡辺監督の作品の核となるところで、渡辺監督はねアニメと音楽を対等に絡めて高め合える作品をずっと作りたかったようなんですよ。でラザロではアクションシーンとか音響にハリウッドのね制作チームが加わっていて、作画やカメラワークがね映画寄りです。でビバップではジークンドーとジャズで、チャンプルーでは、剣術とヒップホップ、そしてラザロではパルクールと現代ミュージックの融合ということで、こう渡辺監督のね世界観を真正面からこう受け取れるような作品になっています。渡辺監督の作品でね私がもうプッシュしたいのがアクションシーンで、前にマッパさんの作画が好きだっていう話をしたと思うんですが、ラザロはね、マッパさん制作してるんですけど、渡辺監督の描くアクションシーンって1998年当初からテンポとカメラワークが本当にかっこいいんですよ。でビバップもチャンプルーもそしてラザロもねスタイリッシュで迫力があって、こう痺れるほどかっこいいアクションが見られます。でラザロではねジョン・ウィックとかでアクションを監修したチームが体術の原案に加わっているので、実写でもできるギリギリのラインで戦っている感じがね臨場感たっぷりです。でビバップの頃はね時代の先を行き過ぎていた感のあった渡辺監督ですが、現代ではねやっとアニメの価値と技術がね追いついてきたのかなという感じがあって、こうラザロはね渡辺監督の最高峰をまた一つ更新した作品だなと思います。今回ね語ったカーボーイビバップ、あとサムライチャンプルー、そしてラザロをねこうできたら順番にこの3作品見てほしいんですけど、どれもね面白くてかっこいい作品なので、気になる方はねぜひ見てみてください。さて今回はね私のオタクに対する考えとか、私のオタクの真髄に迫るお話をしてみましたが、いかがだったでしょうか。もうね暑苦しいでしょう。自分でもねうるさいなっていう自覚はある。でもねやっぱり好きこそものの哀れなりとはよく言ったもんで、好きだからこそこう熱を持って調べて一人で盛り上がっていたオタクがね、ブログという文章化ツールを使い YouTube で語り出したらねもう手がつけられないよね。書きたいこととかね語りたいこと死ぬほどあるから止まらんで何が悲しいってさ、リアルでは絶対語れないところよね。そんなアニメの話してて急にさ渡辺監督がさとかマッパさんはさみたいな話し出されてもって感じじゃん。それこそ周りにね迷惑をかけるオタクになっちゃうから、私のねこのオタク気質は独り言でのみ解放するのが一番いいんだろうなと思います。私がねこの暑苦しくオタク語りできるのはアニメとか映画の分野がもうトップなんですけど、基本的に気になったら調べるし、常にね AI とコンコンと喋り続けてるオタクなので、徐々にね自分の生活に関わりのある分野に詳しくなっていってる感じがありますね。そんな日常の深掘りをまとめているブログがしょうちゃんファイヤープラスです。私と夫がね共同で運営しているブログで、動画説明欄とか概要欄にリンクがあるので、気になる方は遊びにいらっしゃってください。まだ規模がね小さいブログですけど、気づいたら皆さんの情報源の一つになっている、そんな存在になりたいなと日々記事をね書き続けておりますので、応援していただけると幸いです。でさっきも言ったんですけど、語りたい映画、
語りたいアニメはねまだ死ぬほどあるので、これからもねこの暑苦しいオタクの語りに耳を傾けていただけるとありがたいです。ということで、見習い主婦ブロガーの独り言ラジオ第4回オタクの真髄でした。したっけねん。